通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、公開3日前にお蔵入りとなってしまいましたドラマ、サバンからの話題になります。Apple TV からね、公開が予定されておりましたこのドラマなんですが、チャーリー・カーク事件を受けまして、その内容がね、かなりセンシティブだったということで、お蔵入りになってしまっていたんですね。それに対してね、主演女優が抗議するなんていう場面もあったんですが、なんと今回、Apple TV ですね、このドラマを公開すると、このような決断をしたようです。これに対してはね、案の定の反応となっているようですので、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんこれ覚えてますか？このチャンネルでもね、こちらで扱っております。Apple TV で公開予定となっておりましたドラマ、サバンですね。この作品はですね、一人の白人女性が、このね、自宅から暴力犯を追い詰めていくというね。これ実在の人物なんですが、チャーリー・カーク事件を受けまして、長らくお蔵入りとなっていたんですね。で、ちょっとね、そもそもこの作品知らないという方もね、もうすでに多いんじゃないかなと思います。これまでの経緯、振り返っていきたいと思います。で、ちょっとその前にですね、この収録時点で気になるニュース入ってきたので、それをね、ちょっと少し見ていきたいと思います。こちらですよ。皆さんね、これ見ましたか？かねてから噂されておりました実写版ガンダム、Netflix 公式から制作開始が発表されました。ここね、Netflix が配信を手掛けるガンダムシリーズの初実写映画、制作開始ということで、これね、実現するようですね。いつからでしたっけ？言われてたの。もうね、実現しないんじゃないかなと思っておりましたが、これね、実際に制作開始するそうです。そしてね、ここでキャストが発表されたんですが、もうまずここですね。これ主演です。なんと、シドニー・スイーニーですね。これは何の役なんでしょうか？セイラさんということなんですかね。で、その右側に見えております、こちらね、ノア・センティネオ。一応ね、この2人が主演ということになっているようですね。そしてね、このチャンネルをご覧になってる皆さんだったら、気になるところはね、その右側でしょう。なんとですね、パパ、ジェイソン・アイザックスがね、これ出るようです。そしてやっぱりね、日本人も出るんですね。忽那しおりさん。この方もともとね、シドニー生まれということで、帰国子女なんですね。ということで、ハリウッドでね、現在活躍しているということですが、皆さん、このキャストでですね、実写版ガンダム、実現するようです。Apple TV は、チャーリー・カーク事件を受けて、ジェシカ・チャステイン主演シリーズ、サバンを延期した。ということでね、こちらすでにね、もうネットでね、ミーム化しておりまして、この画像。このサバンのことを知らなくても、これは見たことあるという方ね、多いんじゃないかなと思いますが、こちら昨年の9月になりますが、もう半年以上前なんですね。これが公開のほんと直前です。3日前にお蔵入りとなりました。で、先ほどね、タイトルにもあった通り、このお蔵入りというのは、チャーリー・カーク事件を受けてのものだと、このように報じられておりまして、つまりその内容がですね、この事件を連想させるものだったということなんですね。じゃあこれ一体どういった内容なのかと言いますと、こちらに見えております、ジェシカ・チャスティン演じる捜査官。この人がサバンというニックネームなんですね。このサバンっていうのは、サバン症候群のサバンですよ。で、この彼女がですね、様々なね、分析というのを駆使しながら、事件をね、未然に解決していくというストーリー。で、それがね、こちらコスモポリタンの記事にあるんですが、銃乱射事件を未然に防ぐことは可能か。これの映像化なんですね。で、この延期を受けましてですね、こちら主演女優のジェシカ・チャステイン。これに対してのお気持ちを表明しました。アップルは素晴らしい協力者であり、このチームを深く尊敬しています。とはいえ、サバンの公開を一時停止するという決定については意見が一致していません。ね、もうここで明確に抗議するんですね。この作品を制作してきた過去5年間で、アメリカでは残念ながら多くの暴力を目の当たりにしてきました。ミシガン州の誘拐未遂、1月6日の連邦議会襲撃、トランプ大統領への暗未遂、ペロシ下院議長夫への襲撃、保守派コメンテーターであるチャーリー・カーク事件、カリフォルニア州 ABC 系列局での最近の銃撃事件、そして全米で300件以上に上る学校での銃撃事件など、これらは政治的立場を超えて広がる一つの思想傾向を示しており、向き合わなければならないものですというように、アメリカで起こっているね、暴力全般、こういったものがあるから、このドラマというのは意義があるんだと、このような主張だったんですね。でもこれだと少し違和感ありませんか？じゃあなんでチャーリー・カーク事件を受けてこのドラマをお蔵にしなきゃいけなかったのとなりますよね。そうするとですね、この後、各メディアからね、このドラマのレビューというのが出てくるんですが、納得のその内容というのが明らかになるんですね。それがここのね、込み出しにはっきり書かれているんですが、
白人至上主義を非難するシンプルな Apple TV のシリーズがどうして物議を醸すんだ。そしてさらにね、ここに書かれています。このシリーズは右派の過激派グループやマノスフィア、これね、男性中心主義のことですね。そして国内テロに焦点を当てているということで、実際ね、先ほどの女優さんはそのアメリカで起こっている事件全般というのを指していたんですが、このドラマの悪役というのは白人にフォーカスされていたんですね。で、この時ですね、チャーリー・カーク事件を受けまして、こういったメディアのね、白人に対する悪魔化、これが問題視されていました。あと、保守派の悪魔化ですね。そうすると、なんであのタイミングで、このドラマが公開できなくなってしまったのか、わかるでしょう。つまり自分たちが煽ってると思われたくなかったんですね。で、アメリカではね、こういった構図というのは古くからありましてね、海外のドラマを見る方だったらよくわかるんじゃないかなと思います。フクター以前も言いましたが、医療系のドラマがね、大好きでよく見るんですが、もうここではね、警察、そしてアイスですね。これはね、もう完全な悪魔として描かれます。もう本当に悪魔ですよ、文字通りの。もう、それはすごいですよ。もうそこにいる登場人物全員が嫌悪してね、その警察に捕まっている犯人が、むしろ被害者として描かれるんですね。医療ものは特にね、こういった傾向が強いんですが、こういった思想の、覚醒器になっているという一面があるというのはもう間違いないですね。で、チャーリー・カーク事件を受けまして、このドラマがですね、もろそれだったわけですよ。白人の悪魔化、保守派の悪魔化。実際ね、本当に暴力的なのはその逆。左派だなんてこともね、よく言われますが、こういったドラマではね、それは描かないんですね。あくまでも白人が悪い、保守派が悪い。こういったスタンスだというレビューが出てきてしまったものですから、なんでこのドラマがオクラになったのかというのが後から判明していくんですね。ということでね、こちらジェシカ・チャステイン。これ女優さんのポストのリプランですよ。もうね、あれに荒れまして。あなたはこの番組がアメリカで目撃されてきた暴力の全体像を扱っていると言っているが、バラエティ誌によればこれは右派。白人ナショナリストの像を描くシリーズだと言っている。しかし、最近の暴力の急増の背景にいるのは右派ではない。アトランティック誌でさえそれは分かっているのに。うわ、この番組、完全に左派の妄想って感じだな。これは双方の問題じゃありません。そこがあなたの作品の問題なんです。それは歪められたご情報です。この番組は保守派に対する暴力を扇動しているのが明らかだ。というような形で、このリプランはね、荒れに荒れることになります。そしてこちらがね、その Apple TV の実際の予告編になるんですが、現在ね、これ7ヶ月前で91万回再生されておりまして、高評価 1.2 万件、そして低評価 7.1 万件というね、大変な低評価ボムを食らっています。そんな中、今回ですね、このようになったと。長らく、Shelvedだったシリーズ、サワンがこの夏ついに Apple TV で配信へ。ということでこちらですね、Shelvedとあります。こちらが本日のキーワードになります。Shelve。何かを棚に置くこと。ということでね、こちらの Shelve というのは、もうそのままです。棚に置くという意味になるんですね。で、今回の場合はね、こちらになりまして、計画やアイデアに取り組むのをやめると決めること。ということでね、こちらの Shelve というのは、お蔵入りという意味になります。日本でもね、棚にあげる、棚上げなんて言いますが、これすごく似てますよね、使い方。で、こちらではね、Long Shelf とあります。つまり、長いお蔵入り状態にあったシリーズと、こういうことを言ってるというわけですね。ということで、こちらは、長らくお蔵入り状態だったシリーズサバンが、この夏ついに Apple TV で配信へ。ということで、なんと今回ですね、こちら、配信3日前にね、急遽お蔵入りになったドラマシリーズ、今年の夏に配信されることになったようです。で、これはね、Apple TV が正式に発表したというものではなくって、こちらですね、ジェシカ・チャステイン。彼女がですね、バラエティ誌のインタビューで答えたと。こういったものなんですね。こちら同じディスカッシングフィルム、これを報じています。右派を悪者にする内容になるのが楽しみだ。実際の犯人はトランスの連中なのに。確かにね、トランスによる乱射事件もあることあるんでね。実際に起きてる事件ということですね。ムスリムやイスラム系のグループ、あるいは新黒人、反白人のグループに彼女が潜入するエピソードなんて一つもないと断言する。この作品は 100% ストレートの白人男性が悪者という内容になる。この作品の予想。1、公開の延期の理由が気になって第1話は多くの視聴者が集まる。2、視聴者が内容を微妙だと感じて視聴数が一気に落ちる。3、YouTube のレビューの方が作品本体よりも高評価になる。4、シーズン2はない。サバンから生まれるミームの量がかなり面白いことになりそうだ。もうみんなプロットや誰がヒーローで誰が悪役かは分かっているし、7月に公開っていうのもいろいろ物語っている。この方ね、面白い指摘してますね。これは ADL。これね、名誉毀損防止同盟という、ネット上のね、過激派を分析する組織ですね。に関する話だ。ジェシカ・チャステインは ADL のメンバーで、オンラインのグループに潜入するという設定になっている。この作品は、チャーリーが殺害された後に、1年間延期され、その間に ADL は彼に関する言及を SNS やサイトから全て削除している。
はい、ということで本日はですね、昨年その公開3日前に突如お蔵入りとなりました Apple TV のドラマシリーズサバン。これがどうやら今年夏頃に公開されるようだという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。現在ですね、一部メディアからこのレビューというのが出てきているんですが、まだね、ロッテントマト等はスコア出てないんですね。批評価もね、全く出てない状態で、これがね、出てくるとどうなるのか、このあたりも注目ポイントですよね。皆さんはこの作品ご覧になりたいですか？ぜひね、感想を聞かせてください。ということで、本編ね、ここまでということで、ここから今日ね、少しだけ最後に雑談していいですか？せっかく先ほどね、かなり主張強めのドラマの話が出ましたので、最後にね、一本のドラマをご紹介できればと思います。ここでやめちゃって大丈夫なんでね、時間のある方だけ聞いてってください。以前も少し触れましたが、こちらですね。いわゆる医療系ドラマ、ニューアムステルダム。これね、放題だと、医師たちのカルテと、こういったサブタイトルがついているものなんですが、これがね、こちら2018年から始まりまして、2023年までですね、全5シーズン。これで終了しました。で、プクタね、これ最初見まして、シーズン1、シーズン2。これね、すごく面白いんですよ。お目覚め要素というのがね、なくはないんですが、割とギリギリのバランスを保てたと言いますか、そんなにノイズにならないレベルだったんですね。なんですが、シーズン3からですね、これ、表現するんですね。これがですね、すごいんですよ。もう一気に牙を剥いていきまして、この中にね、ゲイの精神科医というのが出てくるんですが、多分シーズン3からですか、急にね、そのパートナーとの、夜の営みというのをね、たっぷり見せるようになりまして、これまでね、そんなことなかったと思うんですが、急にですね、医師たちが、カメラの方をね、ぐっと向いて、これ第4の壁なんて言われますが、この視聴者の方をぐっと向いて、人種差別について語り始めるんですよ。そんなドラマじゃなかったのに、医療系ドラマですよ、これ。急にね、視聴者に語りかけてくるんですね。ドストレートなメッセージを。で、先ほどね、お話ししましたが、これシーズン4でしたかね、アイスに対するエピソードなんかもありまして、このニューアムステルダムはね、もうほんとすごくって、ちょっとね、院内で小競り合いが起こるとかそんなんじゃありません。このね、不法移民たちを助けるために、この主人公がですね、病院ぐるみで、もうたくさんの救急車を動員しまして、おとりになりですね、その移民たちを逃がすというね、こんなエピソードなんかもあるんですね。でね、極めつけが、これね、最終シーズンだったと思いますが、そのエピソードの冒頭でね、この主人公がね、スマホでね、こう何かを見て、もうあまりのショックに、そのスマホをね、ポトンと落とすというシーンがあるんですよ。ね、これ未だにクリシェになっておりますが、ショックを受けて物を落とすというね、これをやるわけですね。そうするとね、こう次のシーンでは、別の医師たちがね、こう街中に立って、そのスマホを見て、ショックを受けてるんですね。そしてなんとですね、またここでも、持っているコーヒーをね、下に落とすんですよ。バシャーンってね、これ2連続でやるんですね。で、これをですね、スローで、もうたっぷり見せていくんですよ。で、今度ね、このニューヨークの街並みを見せていくと、そこに出ている住人全員が悲嘆に暮れておりまして、で、中にはね、泣いて、そして抱き合って慰め合う。みんなこうスマホを見て、立ち尽くしてしまってるんですね。で、僕たちこの時、魚なのに鳥肌が立ちまして、これニューヨークでしょ？つまりこれって、911でしょ？で、そういう話だと思わなかったんで、この時系列の話なんだと思って、僕たちちょっと感心したんですね。なるほどと。最後のシーズンでここに繋がる話だったんだと思って、驚いたんですね。で、その後もですね、この事態を聞いてね、他の医師たちが、もう顔をね、真っ青にしながら、病院に向けてね、こう走ってくるわけですよ。大変なことが起きたと。で、みんながね、わーっと病院に集まりまして、そしてみんながこうテレビの前に集まってきてニュースを見るわけですね。で、そのテレビ画面を映しますと、ビルにね、その飛行機が突っ込んでいるわけではありませんでした。なんとですね、ここで流れていたのは、中絶の制限を最高裁が容認しました。これを伝えるニュースだったんですね。わかりますか？つまりね、このドラマというのは、左翼からこの世の中がどういう風に見えているのかというのを描いているドラマなんですよ。結果的にそうなっちゃってるんですね。それを皮肉的な立場で描いてるわけじゃないですよ。クリエイターや脚本家がそうなんでしょうね。これをド直球で描いた結果、左翼から見た世界が描かれたドラマなんです。なのでこれね、ぜひ勉強のためにもね、一度ご覧になってください。トランスジェンダーだとか、ゲイについても描かれます。移民や中絶についても描かれます。これがね、左翼からどういう風に見えているのか。これが描かれるんですよね。いやー、本当にね、プクタね、一周回ってこれ、すごい勉強になるなと思って、シーズン5までね、全部見ましたが、
これね、49% となっておりますが、このくらいの評価なんですね。興味ありましたらね、ぜひご覧になってください。あまりね、こう真正面から見ると、途中でね、嫌になっちゃうかもしれませんが、別の視点から見るとね、かなり勉強になるんじゃないかなと思います。で、さっきのね、中絶の話に戻りますが、その後ね、あれ理事でしたっけ？女性のキャラクターがいるんですが、主人公を呼び止めてね、それね、最高裁の決定ですよ。病院のね、あらゆる力を使って、これに対抗しろという命令を出すんですよ。すごいでしょ？そういうドラマです。昨今のですね、医療系ドラマのヤバみが全て詰まったドラマとなっておりますので、勉強の意味でもね、ぜひご覧になってみてください。シーズン1、2まではね、ふくた普通に楽しめました。で、その後の3、4、5は、どうやらね、一気に撮影したようですね。だから、1、2と3、4、5は別物と思っておいた方がいいかもしれません。